父上。ボスの前ではそう呼ぶなと言っただろう。スイスにいるはずのお前がドハンの知らせでまた飛んできたのか。スイス本部はもう抜け殻です。オルドは世界各地に散っています。ですがエレム文句と手を組む決定には同意できません。今度はボスの決定にまで口を出す気か。影組はシオン家とジャンプの血統を守る家臣です。時代は変わった。ドハンは30年経っても覚醒せず血は絶えた。1000年の影組の務めを父上の独断で終わらせられません。主君の敵を討つのも影組の務めだ。もう口を出すな。エレム文句は人であることを捨てた悪鬼です。源氏も龍も奴らにやられました。影組だけではオルドに勝てん。オルドを滅ぼせるなら悪魔とも手を組む。お父様。ドハンへの思いは捨てろ。あいつはもう本すりを選んだ。若様への思いは違います。エレム文句は若様も狙っています。ボスの決定だ。私は認められません。影組のしきたりは知っているな。刀を取れ。言葉でなく歯で意志を示せ。お父様、これは真剣です。命を落とすかもしれません。くだらぬ恋にうつつを抜かし、影組の血まで薄めたか。答えは聞いた。お前の決断を言え。第一組を連れて影組を離れます。捨てられた使命は私たちが継ぎます。離れる意味は分かってるな。私の道を阻めば切って進む。はい、覚悟していますお父様。泣ける親子愛ですね。わざと刀を手放すとは。幼くして母を亡くし、父親の愛もろくに受けず育った子だ。あの歯にこれほどの意志が宿るならもう引き止められん。天神、ユキは不憫な子だ。もし敵対してもあの子だけは通してやってくれ。韓国支部よりチルソン半導体の新型チップ優先発注契約を締結しました。代わりにロキファクトリーのチルソン株 15% をチルソングループへ譲りました。 15% は惜しいが、今はアンドロイド軍団が先だ。大司祭様、お越しでしたか。計画を早める。スワラで戦闘アンドロイドを先に公開する。なんですと。それでは我がスワラ共和国が世界の標的になります。ハナインダストリーズより先に戦場の主導権を握る。
世界は自分の利益が絡まなければ動かない。ならば我々がその利益を作ればいい。承知しました。周辺の反政府勢力とすぐ接触します。資金は気にするな。来月までに準備を終えろ。しかし戦闘用アンドロイドの中核チップがまだ。来週からチルソン半導体の優先供給分が入る。チルソングループを育てたのがウンファ大戦。しかも本スリがチルソン半導体の社長だと。本スリ、グリモアの器がこの戦争の中心に立ったか。ミョソル、家を一軒探して。ドハンさんのマンションを出られるのですか？隣の派弁護士が天神だったのは偶然じゃない。会長は新型チップ50個分500億ウォンをスリ姉さんの取り分にしました。500億でソウルに家族の家も買えないの？家は買えます。ただ必要な広さと警備を考えると土地代だけでほぼつきます。家ってなんでこんなに高いの？ありえない。ソウルですから。既得権層が掘った砂地獄に沈みながら、自分もその仲間だと思い込み死にかけているようなものよ。もういい。範囲を広げて。承知しました。お義父様、感謝します。私のためロキファクトリー株 15% をチルソンへ渡したんですよね。嫁のためなら私が力を尽くすのは当然だ。お義父様、隣の派弁護士を覚えてますか？あいつが天神だったんだろ？隣から監視してたなら誰がいつ出入りしたかも。これからどこへ移るかまで筒抜けです。だからこのマンションはもう危険です。お前の判断は正しい。新型チップ50個分500億ウォンは私の取り分で必要に使えと会長が。それで4院にこの家を買いました。でもお義父様、先に相談すべきでした。すみません。謝ることはない。式はまだだが、私はもうスリを家族だと思っている。家族が傷つくのが何より嫌です。だから急いで新しい家を探しました。よし、4院へ行こう。家はお前が決めた。引っ越しは任せろ。はい、父上。ミジャには私から話す。引っ越すぞ。どこへ4院。なぜ急に4院？スリが家を買った。家を買ったんですって？一緒に住む私たちに相談もせず、自分のお金でも黙ってついてこいなんて困ります。スリに文句を言うな。私がすべて許可した。隣の派弁護士に化けた天神がすぐ隣から私たちを監視していた。それでも家族に一言もなく家を決めたのは気に入りません。自分のための家じゃない。私たち全員を連れて行くために買った。その気持ちは受け止めるべきだ。もう完全にスリの味方ね。どちらの味方かという話ではない。キム・ミジャ、この家から離れた4院で韓国支部の移転先も探せ。はい、支部長。ですが今は移転資金がありません。秘密口座を確認しろ。ロキファクトリー株を譲る際、裏金を別に入れておいた。設備まで移せばかなり費用がかかります。十分だ。その金を使え。はい、承知しました。で、この家はどこまでなの？あの塀の内側はほぼ全部だって。はじめまして、チルソングループ専務のミョソルです。スリ社長の指示で邸宅の引き渡しを担当します。スリ社長は本社の予定が終わり次第いらっしゃいます。まず執事をご紹介します。はじめまして。邸宅の生活と設備を管理します。あちらが別館と
従業員宿舎です。母屋にはご家族のお部屋をすべて用意しております。一般の職員が住み込めば家の内情が外へ漏れやすくなりませんか？全員身元確認と守秘誓約を済ませた専門スタッフです。職員の出入り区画も分けました。生活必需品以外は置きません。それがいい。家は家のままにすべきだ。ところで引っ越しトラックはまだ？家具と家電はすべて備え付けです。以前の家具や家財は倉庫に保管しました。すぐ必要な私物だけ各部屋へ運んであります。必要なものは後でお運びします。まずお部屋へご案内します。スリは本当に私たちのためにこの家を買ったの？お母さんも聞いたでしょ。隣人が危険だから越したの。分かってるけど、もらってばかりで落ち着かないのよ。ならお母さんも何かしてあげれば。してあげたいことを。部屋を見に行こう。お引っ越しで大変でしたよね。家はいかがですか？おかえり。仕事で疲れたでしょ。早くシャワーを浴びてきなさい。夕飯は私が作るから。いえ、すぐ浴びて夕飯は私が作ります。いいの。今日は何もしないで夕飯までゆっくり休みなさい。夕食は調理スタッフが作ります。今日は初日でしょ。初日くらい女主人の私が作らないと。なぜお母さんが女主人？スリ姉さんの家でしょ。スリが最初から私の名義で契約していた。自分のお金で買った家をなぜ小木地さん名義にしたの？私一人で住む家じゃないでしょう。家族の家ですから小木夫様に任せた方が安心して働けます。スリ姉さんも物好きね。ドハン兄さんのどこがいいの？現代版シンデレラは兄さんの方だね。おい、僕がスリをどれだけ助けてるか知らないだろう。何を手伝うの？いろいろだよ。スリはやることが山ほどあるんだ。とにかく母さん、引っ越しの日はチャジャンミョンを頼むのが定番だよ。チャジャンミョンはダメ。待って、私が美味しく作るから。ああ、マンションに戻りたい。あそこじゃ何もしなかったのに今日はどうしたんだ？父さん、母さんを止めてよ。僕、今日まだ何も食べてないんだ。なんですって？じゃあ2人とも食べなくていい。今日は初日ですから休んでください。夕飯は私が作ります。シャワーを浴びてすぐ戻ります。お義母様、少し手伝います。一人で十分。あなたは休んで。では言うと、折り下ごしらえを。何から？そうね。何からだっけ？牛肉ですね。大根スープにしますか？ええ、そうよ。大根を薄く切り、牛肉をごま油で先に炒めますね。そうそう。今それをやろうとしてたの。大根は任せた。味は私が見る。はい、お義母様。化学調味料なしでスープ醤油を大さじ1杯、あとは塩ですね。料理は素材の味が大事なの。化学調味料なんていらないわ。うまいな。本当？ああ、本当にうまい。お母さんが作った？何よ、信じられない？素材の味がして驚いただけ？
2人とも今すぐ箸を置いて。ほとんどスリが台所で。違います。全部お義母様が、私は下ごしらえを少し手伝っただけです。仕事帰りにスープまで作ったんだから、たくさん食べなさい。はい、お義母様。第2組がなぜここへ？なんだこの野郎。今日からここは俺たちが使う。第1組は出ていけ。ここは影組でなくユキ様の私有地だ。個人所有。影組にいたから許されたんだ。第1組だからと偉そうにする。お前らがずっと気に食わなかった。第2組ごときが俺たち第1組に勝てると思ってきたのか？ああ、第1組は強い。だが第2、第3、第4組を全部相手にして勝てるか？影組は口で戦わない。かかってこい。お前らやれ。待て。同じ釜の飯を食った仲間は蹴れない。第1組はここを出る。つまらんな。だが目的はこの拠点だ。明朝、目についたものは切る。隊長、影組の襲撃です。事が大きくなる前に拠点を捨てました。怪我人は？ひとまずこの拠点は捨てる。今後また影組と歯を交えるかもしれない。去りたいものは去っていい。隊長の決断が我々の決断です。第1組は永遠に隊長についていきます。わかった。まず寝場所を探そう。ドハン。ペクソル、スイスだねって言ってたのにもう戻ったの？ドハン、頼みがあるの。言って。君の秘密研究所使わせてもらえない？シグム団の隣にある。あの研究所、エレム文句に襲われて壊れたんだ。どうして研究所を？韓国の住まいで問題が起きて泊まるところがなくて。それならうちに来いよ。マンションは狭すぎる。いや、4院に引っ越したんだ。すごく広いぞ。私を手伝ってくれる人たちと一緒だからそこは無理だと思う。家の隣の従業員宿舎なら空き部屋が多い。その人たちはそこを使えばいい。いいの？でもその家はスリが買ったんでしょ？父さん名義だよ。それに君もスリと会っただろう。僕から話せば許してくれる。厚かましいけど今は切羽詰まってる。わかった。行くよ。ペクソルさん、ようこそ。お久しぶりです。はい、スリさん。お元気でした？ドハンから忙しいと聞きました。話は明日にしよう。もう遅いから休んで。執事さんが部屋を用意してる。急に押しかけて悪いね。今さら何言ってる。
何年の付き合いだよ。ところで一緒に来る人たちは？でも少し多いの。23人。何をしてる人たち？多いな。日本で私と一緒に働いている人たちよ。みんな護衛みたいに見えるけど。そう、似た仕事よ。スリさん、大勢でごめんなさい。数日だけ止めてください。護衛の方々ですか？見ただけでも相当お強そうですね。よかったです。ミョソルがチルソン半導体の警備を家に回したので、工場の警備を雇い直すところでした。この方々がいれば警備チームは不要ですね。スリさん、そう言ってくださって本当にありがとうございます。羊さん、皆さんの宿泊場所を整えてください。かしこまりました、社長。皆様、こちらへどうぞ。あら、ペクソル、久しぶり。最近なぜ来なかったの？お義母様、お元気でしたか？スイスへ出張していまして。遅いから休みなさい。話は明日にしましょう。様子を見るに影組で何かあったんだな。お義父様、知ってたんですか？お前が影組の謙信の娘だと。ドハンを守るためわざと影のように付き添っていたことも知っている。ドハンには黙っておく。お前もドハンの過去は話さない方がいい。私のためにもお前のためにも。はい、肝に銘じます。家が天国だと思ってたけど、天国は庭にあったのね。何見てるの？お母さんだって見てるじゃない。危険な連中かどうか見張ってるだけよ。ミンハン、出勤よ。行きます。止まるな。実戦で一度止まれば死ぬ。訓練は結構です。ただここは基地ではなく家族の家です。承知しました。痕跡は残しません。日の出前は音も立てないでください。もう一度。これまで AI はモニターの中で判断してきました。今日からその判断が肉体を持ちます。身体の一部が破壊されても全体は止まりません。戦争で死ぬのは命令を下したものではありません。
今日から人間に代わり機械が戦場に立ちます。HANAが世界初の次世代戦闘ヒューマノイドを公開しました。この機体にはチルソン製の新型 AI チップを搭載。HANAはロキファクトリーに先駆け次世代の戦場へ進出しました。各国の国防当局から購入紹介が相次ぎ、HANA株は発表直後に急騰しました。発表からわずか3時間で12カ国から購入の問い合わせが届きました。ロキとの既存契約を見直す国もあります。ロキが長年築いた地位を私たちは1日で揺るがした。ビクトルもこれで動くでしょう。会長が待ち望んでいた瞬間です。父は今日勝ったと思っているだろう。違うと？オルドは公の場でアトレを取った。ビクトルが黙っていると思うか？本部へ戻りますか？戻れば父の剣になるだけ。私たちはここで若様の安全だけを見守る。HANAがこれほど早く発表するとは、少なくとも半年は前倒しです。本スリがHANAにもチップを渡すとは思わなかった。ロキの既存契約分の一部がHANAへ流れています。あれは兵器じゃない。恐怖を発表したのだ。発売を阻止しますか？すでに世に出たものを止めればHANAが被害者になる。HANA自身が公開した資料をそのまま各国へ送れ。危険かどうかは受け取った側が判断することだ。取引を切る必要はありません。検証が済むまで承認だけ先送りを。壊れても動く殺戮機械が今の危険区分に合うのか、御社の基準でもう一度お確かめください。あとは投資家が判断します。身体の一部が破壊されても任務を続けるサッティーク機械。HANA自身が公開した事実です。どう読むかは読者が決めるでしょう。HANAのヒューマノイドが制御不能になる恐れが指摘され、各国は殺傷 AI の安全性検証を求めています。輸入承認と共同開発は保留され、金融機関はHANAのリスク評価を引き上げました。HANAインダストリーズの株価は急落しました。主要部品メーカーも供給の見直しに入りました。欧州の合弁会社が共同開発を中断しました。主力銀行は追加融資を保留しました。主要な駆動装置の供給も止まる恐れがあります。昨日まで我々と組みたいと列をなしていた連中だ。昨日はHANAが金になった。今日はHANAを恐れ締め出すことが金になる。ビクトル。オルドは一発も撃たずに会長の首を絞めています。速報です。アフリカのスワラ大統領による緊急声明です。スワラ共和国は近隣王政国家のパミの自由と民主主義を見捨てません。アフリカ民主化のためロキ CEO を辞め、民衆運動でスワラに自由政権を築いたサミュエル大統領は、国内のみならず
アフリカ全土で民主化の英雄と称えられています。カルンバ王国は1日も持ちこたえられず崩壊しました。スワラ政府はこの作戦を民主化支援だと発表しました。一方、被害を受けた王政国家は明白な武力侵攻だと断定しています。スワラの次の標的が我が国ではないと誰が断言できますか？ロキのヒューマノイドをロキファクトリーから買うことはできません。同種の兵器を発表した企業はハナ・インダストリーズだけです。ロキ保有のチルソン株 15%、 譲渡完了です。譲渡完了です。待って、臨時総会でお義父様が譲ったのは議決権だけですよね。あれは票を預けただけ。今回はロキファクトリーが新型チップを優先発注し、その代金を持ち株で支払ったの。ロキがその条件を受け入れたんですか？チップの確保を急いでいたから。では私たちがチルソン半導体株の 66% を保有することになったんですね。国際情勢が不安定だ。こんな時ほどうちをしっかり固めないとな。ビクトルは花を潰そうとしているんじゃない？じゃあ謙信に先に剣を抜かせようとしている。でも花には量産に必要なチップがありません。日本へ。どこ？花インダストリーズ。スリ代表本命常務どう？私を騙してチルソンを襲ったくせによく言えるわね。チルソンが花へ実撃に起こしとは意外ですね。本題から申し上げます。花にチップを供給します。現在の花の事情をご存知のはず。他に望みがあるのでしょう。現金は受け取りません。ロキファクトリーの優先発注分の2倍を1週間以内に花へ供給します。条件は？花インダストリーズの株式 29%。 会社が倒れかけている隙に肉をえぐるつもりか。ロキへの供給価格と現在の花の株価で正確に算出しました。 29% は経営権を脅かしかねない持ち分だ。会社が生き残らなければ経営権もありません。復讐だって会社が生きていてこそ続けられるでしょう。 29% は多すぎる。では現金でお買いください。契約書をくれ。株式の移転を確認次第すぐに供給します。スリ姉さん、本当に花は持ち直すでしょうか？スワラ周辺の王政国家、彼らに残された選択肢は一つだけ。需要は増えるのに供給元は花インダストリーズだけ。単純な市場原理でしょう。確信が終わりですか？怯えた人間にとっては
金の価値も変わるものよ。5つの王政国家から同時に購入要請が届きました。うち2カ国は前払い金を先に送るそうです。生存がかかれば制裁より先に武器を求めるものだ。戦闘ヒューマノイドへの反発で暴落していたハナインダストリーズの株価はカルンバ崩壊後、周辺国の買い注文で史上最高値を記録しました。国際社会はヒューマノイド兵器の拡散に深い懸念を表明しています。スリネーさん、29% がもう数倍の価値です。チルソンはハナインダストリーズの大株主の一つになりました。スリネーさんは戦争が起きることも知っていたんですか？戦争が起きると知っていたわけじゃない。刃を見た者はまず刃を探すと知っていただけ。ではチルソンのチップでロキとハナを支配できるのですか？支配とまではいかない。ただこれで対等な条件で戦える。今ハナとロキの戦闘ヒューマノイドが対峙しています。両者初の直接衝突が予想されます。お二人はどう見ますか？国際規定は守られます。ヒューマノイドの火薬武装は禁止です。先に破った企業は国際世論と制裁を一手に受けることになります。だからハナは刀を、ロキは盾とメイスを標準武装に選んだのです。違います。これはヒューマノイド登場後の急増規定です。専門の執行機関も自動制裁条項もありません。拘束力は弱い。今回その一線が破られると、両者とも市場を失う危険は承知。規定内の武装だけで戦うでしょう。銃が出なくてもその一線は破られます。規定が禁じるのは火薬だけ。殺傷判断も投入規模も止められません。それでも先に火薬武装を使わないという一線は残ります。その一線を守ったまま戦争を始められるなら、規定はすでに失敗しています。両者の軍事力と供給網は国際社会の統制力を上回る速さで拡大しています。制裁する国々さえすでにロキの生産・国防網に依存しています。この戦闘が終われば新たな法律が生まれるでしょう。今日の規定では今日の戦争を止められないと明らかになるからです。ハナの参戦によりアフリカの戦争はこれまでと異なる局面へ進んでいます。戦場は今スワラのロキと王政国家側のハナが対峙する構図です。双方は複数の戦線で激しい接戦を続けており、未だどちらも明確な優位を得ていません。ハナの介入でアフリカ民主化の大義が裁かれることはありません。我々は諦めません。
自由と民主主義のため最後まで戦います。昨日は人を殺す兵器だと責め、今日は国を守る盾だというのだな。必要になったからです。必要か。我々の時代には正義は人のものではなかった。欲が天をつけば大雨が応え、干ばつが代償を取り立てた。王も雨を避けられず、物乞いだけが干ばつに苦しむこともなかった。正義は人の上にあった。だから変わらなかった。今は正義が記者会見をします。民主主義を語りながら国境を越える、誰もが力を持つということ、それが民主主義の偽りの仮面でした。その仮面が剥がれたんです。力を持つ者が正義になる。民主主義の素顔が軽ワになった。民衆は一度たりとも国の推しだったことなどないのに。その素顔が見えているのに、なぜお前はその番に手を出す？歯は消えないからです。誰かが手放しても別の手が拾うだけ。その力をお前が握れば、次の正義はお前が決めることになる。スーリ、お前はその力を正しく使えるのか？いいえ、正しく使える自信はありません。だから正義を決める席には座りません。力で誰かを支配するつもりもありません。ロキでも花でも簡単な、どちらかが正義になった瞬間、その刃先はいずれ私の家族へ向きます。だからどちらにもその力を全て渡せない。それだけです。だから彼らにお前の許しをなたわせるつもりか？仲間に刃を向けるなら、はい、私の許しが先です。自らを正義ではないと言うても、長く刃を握れば正義を演じ始める。1000年前、私もビクトルも己こそ正義と信じ、その信念で村一つを時のない牢へ閉じ込めた。私たちにも守るものはあった。お前と同じだ。師匠はあの時裁きを下しました。私は誰も裁きません。ロキも花も誰の正義にもなるなと、双方の手にチップを握らせただけです。裁かない手が裁く力を握るのだな。ロキも花も初めはそれぞれ守りたいものを守りながらここまで来た。力が正義となる世界で力を握ったお前が最後まで正義にならないと誰が断言できる？断言できません。力はそういうものです。ただ万行変わらないものが一つあります。世界を救うとも正義になるとも言っていません。チルソンと私の仲間を守ると言いました。その言葉はパンティ変わりません。もし変わる日が来たら。だから師匠がいるのでしょう。私にお前を止められると思うか？お前の言葉には間違いが一つもなかった。それがこの老いぼれには何より恐ろしい。まだだ。まだその時ではない。あなた、今日はもうくたくた。仕事が全然終わらない。顔を見ればわかる。夕飯も食べてないだろ？会社に1日取られたんだ。今からは俺の時間。これを飲んで休め。
口がうまい。コーラより刺激的なあなたがいるのにこれを飲むの？こっち来て。スリ、最近おかしいんだ。君に触れると本当に時計が遅くなる。普通でしょ？鐘まで聞こえる人もいるって？違うって。もう一度だけ試そう。あら、私の子犬ちゃん、そんなことされたらときめくよ。あなた、本当に止まった。世界が白黒で動けない。俺も最初はきつかった。でもすぐ楽になった。楽になってきた。無重力で歩くみたい。完全に止まったんじゃない？時間がゆっくり流れてる。そうだ。呼吸と意識で制御しろ。深く吐けば楽になる。戦いで使えたらすごい。あ、消えていく。長くは保てない。君まで遅くなるとは。あなた、夫婦は一心同体よ。まだ式も挙げてないのに、あなた呼ばわりか。ミーハンにまたからかわれる。スティック、今あなただけ普通に動いてたよね。ただの犬だろ。餌入れよ。わざと前足で倒した。偶然だろ。あなた、こっち来て。また？違う。もう少し充電したいの。花工業がアフリカ欧州諸国と大型契約を相次いで締結。その金で最初に何をすると思う？追加チップを求めてくる。今度は現金を持ってね。ロキは配備前から前払いする気よ。片方は現金、片方は焦る。両方うちに来る。でも得るものは違う。スティック。昨日寝たふり。そうね。犬に何がわかるの？はい、スリ姉さん。ミョソル、花株と 29% の価値を毎日報告して。昨日の時点で取得額の3倍です。占い。下がるたび合法的に買いまして。花はすぐ追加チップを求めます。今度は現金で。だから今買う。資金が入れば株は手放さない。ロキも米中向けの注文を増やしました。ロキは前払いよ。非独占条件は維持して。緊急生産会議を設定しました。すぐ行く。さっきの停止を調べよう。仕事後一緒に夕飯も。時間の実験は口実で、夕飯が目的でしょ？わかった。遅れない。アフリカ欧州諸国の受注で花は完全に立ち直りました。チルソンは花インダストリーズ株の 29% を取得しました。
花を瀬戸際まで追い込んだのに、世間知らずの小娘だと思っていたが、見事にやられた。チルソンは両方を牽制する気です。チップでロキと花を釣り合わせるのか。ロキ中国工場の在庫ヒューマノイドをすべてスワラへ送れ。前期ですか？アフリカだけじゃない。ロキと花の主導権争いだ。スワラが正式要請したロキ支援契約を履行しろ。夕飯を作って待ってる。遅れるなよ。米中が納期前倒し。ロキはチップ追加要求。条件は2つ。納品前の全額決済。そして同じチップを花にも売ること。ロキが受ける？競合にも同じチップが渡るのに。3日経っても返事なし。ロキが離れたら他でも買えます。行く先はない。あの性能のチップはうちにしか作れない。しかも納期を先に米中政府へ発表したのはロキよ。なら延期できませんね。遅れれば契約を失う。うちは売らなくても困らない。焦っているのは私たちじゃない。ただ販売方式が特殊です。本体代を取りません。無料で配るんですか？月額利用料だけです。その大量の本体代は誰が？ロキが先に全額負担する。自腹で数十万台を作り、市場を先に抑える気よ。そんな金どこから？だからチップを値下げしろと言ってる。でも下げない。チルソンは全額前払いを要求しています。同じチップを花にも販売します。払え。同じチップなら花機の性能も我々と同等になります。米中には10倍以上の人口がいる。同じ性能でも問題ない。先に配備すれば後発は既存設備を全て入れ替えるしかない。ですが閣下、資金が足りません。どれほどだ？本体代は全て我々持ちで、利用料の回収にも時間がかかります。かき集められる金は全て集めろ。不動産も支部資金もですか？チルソンのチップで自動生産ラインは完成する。止めずに回せば単価は下がる。自動化で単価は下がっても初期資金が足りません。売れる不動産は全て売れ、本部が各国支部の資金も管理する。各国支部までオルドの全資金を一箇所に集めるのは危険です。韓国と日本は現地に任せたせいであっけなく失った。理解される前に配備しよう。疑われたら遅い。今しかない。失敗すればオルド全体が崩壊します。成功すれば米中は我々のものだ。チルソンへ全額をくれ。節約すべきは金でなく時間だ。ロキから全額入金されました。金がないはずなのに、どこから？この額は財務状況から見て無謀です。そこまでしたなら相当追い詰められてる。出荷して次の分は少し遅らせる。なぜ？全額払ったのに。初回配備で手一杯よ。こちらの予定を疑う余裕はない。2便が遅れれば向こうから頼みに来る。
その時条件を増やすの？十分追い詰められればこちらの条件を飲む。初期費用ゼロのサブスク方式で普及が加速しています。サブスクで負担が減り、個人企業の導入が急増。家庭や飲食店を超え、物流・製造・医療へ急速に広がっています。米国は家庭用から産業、行政、軍事支援まで承認を拡大しました。中国は試験運用を省き、全国配備を決定しました。集合住宅、飲食店、国営工場、鉄道拠点、警察、国境基地へ一斉配備されました。すべての職場におけ、誰にも仕事を取り戻させるな。契約を切れば世界ごと止まる。会長、もう先延ばしにはできません。あとどれほどだ？答えろ。今のお体では戦争が終わるまで持ちません。父上、オルドは父上の抜刀を待っています。天神を信じないで。まだ止められます。今やめれば、ユキ、お前が望まぬ戦いに巻き込まれる。これは私が清算すべき業だ。花は立ち直りました。いつからそこにいた？会長が隠したいことを聞くには十分前からです。ですが会長の殻は戦争を待てません。方法はあるのか？その体が時間に耐えられないなら、耐えられる体に変えればいい。東西2人ずつ。残り本館周辺。本館の10は組長がいる。スリが土範に触れた瞬間、2人の時間が遅くなりました。確かか？見ました。部屋のすべてが止まりました。奴の覚醒が始まった。ただし一人では不安定です。スリに触れた時だけ発動します。まだ完全には目覚めていない。監視は何人だ？私を含め30人です。十分だ。土範を生け捕りにしろ。護衛が23人、影組です。それが？いえ。スリの留守を狙え。戻る前に終わらせろ。はい。標的は土範、生け捕りにしろ。
他は殺して構わない。正門突破、東米も超えられました。数20人以上、全員チェルモチです。まず屋敷の者を中へ、外周を捨てろ。全員中庭へ。通信も電気も落ちました。外で線を切られてます。非常信号だけ出せばいい。屋敷に侵入者よ。警察を呼びます。救急車も。ドハンが一人なの。スティックをもっと奥へ。窓に近づかないで。何があった？侵入者です。普通の連中ではありません。土範は生け捕り、他はどうでもいい。今へ押し込め。もう持ちません。正面で受けるな。流せ。3人1組で東階段を塞げ。玄関を通すな。何人だ？俺たちのせいだ。若様、中へ。若様？今、若様って。後で。皆が入ったら、あなたも来て。まだ外に人がいます。正面は私が守ります。昨日みたいに。なぜだ？スリがいないとダメなのか？ドハン、後ろで待って。
キリがありません。まずあの女を引き離せ。昨日みたいに止まれ。どうか一度。ダメだスティック、戻れ。結界に触れると体が溶けます。近づけません。剣気で結界を攻めろ。スティック、やめろ。死ぬぞ。ここは私の家よ。まずあの女を狙え。発動した。3、息を止めろ。え？昨日と同じだ。息を吐けば溶ける。聞いた。あなた、もう一度。ダメだ。時間を保てない。スティック。私の家に踏み込んだ。ここまでよ。ドハン。俺は平気だ。でも大勢が傷ついた。ケイ、しっかりして。私は平気です。組長は？平気なわけない。ケイ、ひどい状態よ。
救急車が来る。もう少し耐えて。私よりユキを先に病院へ。コウジ、話さないで。血を流しすぎた。二度とするな、と言ったでしょ。コウジ、ここ何か変だよ。ユキ、ダメ。刺されてないよね。泣くな、僕は平気だ。ユキが刺されてたら世界中の蜂を殺してた。コウジ、大丈夫？もう二度としないで。二度とするな。ユキ。K。気を失っただけです。脈はあります。スティックが起きない。ロクソンウォシ君様はずっとスティックの体を借りて私を守ってくれた。スティックは？大丈夫。力が強すぎて気を失っただけ。目を覚ました。ロクソンセイ君様はずっと助けてくれた。花とロキの取引も全部。スリ姉さん。救急車だ。全員チルソン病院へ。口外禁止。承知しました。警備を強めるべきです。師匠をこちらへお呼びしては？ダメ。天竜府で隠遁中の大仙様たちを守らないと。では私がこちらへ移りましょうか？私はいいけど、ソウル通勤は平気？今月で賃貸契約が切れます。ソウルの家賃の方が大変です。手術成功、命に別状なし。ありがとうございます。肩の神経が切れました。どういう意味ですか？接合できず、右腕は今後使いにくいです。リハビリで治るということですか？いいえ。他に方法は？今の医学ではありません。スリ姉さん、花のアフリカ前払い金が入り、発表後に株価も上がりました。未約定分は？すべて約定しました。買い続けますか？ここまで。29% と今回分は長期保有。花はすぐ追加チップを求めます。今度は現金です。チップ価格を2倍にすると伝えて。2倍では受けないかもしれません。天神へ。家族にまた触れたら次は10倍だ。承知しました。でも日曜にどちらへ？ K のお見舞い。修理と仕事で伸び伸びになってた。スリ、遅いぞ。うん、今行く。起こすな。一晩中起きていたみたいだ。スティック。本当に切断しかないんですか？右腕はもう救えません。命を守るには切断が必要です。あの人は一生剣を握って生きてきました。承知しています。ですが今は腕の機能より命を守ることが先です。先生にはただの腕一本でしょうね。切断するか決めてください。遅れれば下肢が進み、命も危険です。もう下肢が始まったんですか？
まだです。ですが損傷部にはほとんど血が通っていません。神経だけが壊れたんじゃないんですか？刀や銃で神経が切れた程度ではありません。先生、もう一度。再検査済みです。わかりました。もう一度しましょう。先生、指が動いた。まさか。聞こえますか？指を動かしてみてください。これは奇跡としか説明できません。神経も血管も完全に壊れていたのに、すべてつながっています。では、また剣を握れるんですか？はい。神経も血管も筋肉も正常です。剣、腕、切らなくていいって。K さん、退院おめでとうございます。皆が傷ついてつらかったけど、ほぼ回復して安心です。ありがとうございます。病院では奇跡だと。でも、スリさんに救われたと知ってます。私じゃありません。スティックがやったんです。六尊星君様がスティックの体を借りて K さんを治したようです。六尊星君。はい、北斗七星のお一人で古来この地を守る星君様です。よくわかりませんが、ありがとうございます。うちを守って皆怪我した。恩返しがしたくて、朝も楽に稽古できるよう剣道場を用意しました。庭で十分なのに。お嬢様は毎朝出勤より庭を優先しますから。とにかく道場はありがたいです。ああ、天国の庭が消える。私も剣道を習おうかな。剣道は下心で習うものじゃない。親父みたい。冗談よ。誤解しないで。疑っての増員じゃありません。敵が読めず天竜府の数人も隣を使います。一緒に鍛えれば互いに役立つはずです。そちらはミョソルが担当します。これからよろしくお願いします。もう要塞だな。あなた、標的は別。狙いはあなたよ。ならミーハンじゃなく、僕が剣道を習うべきだな。いや、なぜ笑う？なぜ笑った？僕はテコンドー3段だ。なんで軽く見られる？にゃあ、誰が旦那を侮るの？よしよし、ワンちゃん寂しい？君までからかうのか？天神、悪化が早い。前に話したことは可能か？人間で成功した例は今まで一人だけです。会長もご存知のオルドのビクトルです。プリモを宿せぬと肉体と魂の結びつきが崩れ、そのまま消滅します。私には選択肢がないようだな。で、その体を得る代わりに人にとって最も大切なものを一つ捨てねばなりません。なんだ？死という安らぎです。プリモと結ばれている間は事実上死ねません。準備してくれ。準備には1ヶ月必要です。その間精神を強く鍛えてください。プリモ注入の瞬間、人間の最も強い意志が必要です。しばらく花を任せる。決定権も渡す。承知しました。
チルソンがチップ価格を従来の2倍にしました。家族にまた手を出せば10倍にするとの警告も。ふむ、本スリ、軽い挨拶で随分怒ったようだ。値上げを受け入れろ。追加分は既存契約の2倍だ。インド拠点の自社チップ研究費も増やし、ヒューマノイドのラインも倍にしろ。リスクを検討してから決めるべきです。あまりに急な投資です。ロキに負ければ花。インダストリーズも終わりだ。他の投資をすべて減らし、ヒューマノイドに集中しろ。アフリカで仮想機をつかめば、世界中が我々の死亡になる。計画費中国53、米国 31%。 中国が断然先。なぜ米国は遅い？議会規制で通関が遅れています。民間市場から。議会は私が相手をする。資金がつきました。予備費も使い長く持ちません。オルドの油田、鉱山、企業の自分をすべて売れ。オルドが築いた全資産です。無料で機械を配るため全部処分すれば、事業でなく権能だという反発は避けられません。生産費が消えれば利用料だけだ。その時は価格でなく金の価値を我々が決める。中国への普及量を増やせ。米国で反対デモ急増中。放置だ。労働者不要。変わらないと悟るほど希望は消え、希望を失えば操りやすい。中国先行で挫折は恐怖になる。政府と企業が先に規制を撤廃するだろう。ヒューマノイドを受け入れた中国が対米製造格差を急速縮小。米国では失業を恐れる。反対デモと追加規制の要求が全国に広がっています。中国が2年以内に米国を追い抜くとの報告書も発表されました。商務長官を呼べ。中国製造業 18% 増。我々は 3% だ。逆転時期も早まった。ヒューマノイドで人件費ゼロ。関税を価格に吸収しても利益が残ります。ロキを制裁すれば我々の生産源が大きい。米国の工場も家庭もロキのヒューマノイドを使っています。あの人々の多くも家ではロキを使っているそうだな。はい。昼は反対し、家ではヒューマノイドなしに暮らせません。規制を解けば雇用が消える。維持すれば雇用も産業も消えるということか。導入するかはすでに決まっているな。残るのは速度だけか。今日はやめたタバコがやけに恋しい。議員ビクトルさんが到着しました。商務医確保。本会議であと2票です。法案名はヒューマノイド規制緩和案。米国製造業競争力回復法に変えろ。労働者移行基金もつけろ。2票とも製造業。
現地企業は中国の発注を失う。声明は北京へ。契約が切れれば企業が先に議員を訪ねる。翌日採決。解くな。反対できなくしよオルドが長年築いた席です。今度こそその価値を示します。与えた席じゃない。いつでも代わりは用意できている。名議会がヒューマノイド規制を全面撤廃し、家庭用機が全米に普及すると、労働界は雇用と尊厳を守れと反発しました。お弁当もアナが作っておきました。アナ、今日はジャムを少し多めに塗って。今週も残業なし？まただ。アナの利用料が今月また上がりました。このままではヒューマノイドの契約を切るしかないかもな。アナなし、無理。私の料理なら契約を切って。今日もデモに行くの？今度こそ強く出ないと本当に仕事を失う。すぐ帰る。アナ、これ一緒に作ろう。欧州が先に開きます。毒物と北欧は規制なしです。欧州は捨てる。いつ変わるか分かんない政権だ。それに皆が豊かなら比較が消える。欧州を比較基準として残す。米国と中国は欧州を見て安心する。同時に欧州のように戻るのを恐れるだろう。新型チップ完成、性能はチルソンの6割。測量産。民生用ヒューマノイドはこのチップへ切り替えろ。チルソン製は戦闘用だけに使う。スリ姉さん、ロキの発注が急減し、原因は民生用の自社チップ化です。ロキのチップ性能は？ロキ製はチルソンの6割で、戦闘型はチルソン製ですが、数は少ないです。ロキのヒューマノイド普及数は増え続けています。米国も中国もです。もう私たちがチップを売らなくてもロキは動く。だがロキは普及を緩めない。機械代を回収する前にさらに配っています。その金はどこから出るの？オルドが売却しているのは油田や鉱山や企業自分までです。オルドが一部を？違います。すべてです。オルドは土台をすべて燃やして機械を配ってる。市場なら急がない。別の狙いが必ずある。スリ姉さん、民生2社ネクソラとアイオンが売りに出ています。ネクソラの技術はロキと同等です。ロキの定額制で倒産しました。生産ラインは米国です。アイオンは技術も規模も劣ります。ただしインドに生産ラインがあり、認証と整備網も生きています。インドはまだロキが手をつけていません。アイオンにして。アイオンはネクソラより技術が劣ります。技術は補う。
チルソンにいるのはロキ県外の民生ライン。アイオンの評価額の半分を提示して。アイオンが受け入れる理由がありません。アイオンは受け入れる。自社の値崩れをチルソンより知ってる。半額でもチルソンには大金です。買収しても価格ではロキに勝てません。分かってる。商売じゃない。スリ姉さん、一ついいですか？チルソンはチップと花株がある。なぜ完成品まで必要なのですか？チルソンのチップは心臓よ。体が誰に従い何をするかチルソンには見えない。花は戦場を見ている。ロキは家の中まで入った。チルソンがチップだけ売れば私たちは値付けする会社で終わる。定額で米中を取り何をするか想像もつかない。ロキに対抗するならチルソンも同じものを作れないと。会長にはいつ報告しますか？師匠には私が直接話す。韓国支部の再建費を2度も求めました。それなのに一銭も来ません。再建費は来ない。中央は送る気がない。組合長なし。選挙は中央が3年延期。大司祭は非常例で全てを一人で決め、各国支部を直轄化し監督官も送る。あなたはどうなった？待機命令を受けた。あなた。首はまだついてる。中央に椅子だけ取られた。日本支部からだ。もう保てない。日本支部が閉鎖するんですか？閉鎖じゃない。日本から追い出されるんだ。影組本体がエレム文句と手を組んだ。両者が組んだ以上、オルドは日本で動けない。中央は何と？日本支部で判断しろと。中央が日本支部を見捨てたということだ。日本支部残り130人。彼らに行き場はない。韓国で彼らの居場所を探してくれ。シグムダンは偽装用新たなベースキャンプもいる。日本支部の人まで私たちが背負うんですか？背負うんじゃない。受け入れるんだ。130人なら基地じゃなく町です。住所より先にお金を探さないと。スリは我々の事情を知ってる。必要な金は秘密口座に入れてあるはずだ。この店もスリが用意してくれました。日本支部の人までスリのお金で養うんですか？スリは家族だ。家族でも口座まで一つにはできません。大使隊が知れば黙っていませんよ。いずれ知るだろう。知ると分かっていてなぜ受け入れるんです？大司祭がオルドを切り売り、油田も鉱山も売る噂だ。事実なら我々の知るオルドはもう消えた。各国支部は何も知らない。中央は質問にも待てと言うだけだ。その間に日本支部は崩れた。1000年のオルドだ。一人の意志で動く組織ではない。誰かがオルド崩壊に備えなければ。ところで師匠、最近なぜ会社に来ないんですか？寂しかったか？違います。会長に報告したいのに不在でしょう。お前がやれるから出なかった。師匠が出ないから。だからよくやってると言った。
ヒューマノイド会社を一社買収したいんです。本格的に戦争を始めるつもりか？戦争を止める備えです。ロキが早すぎて読めない。弱い側が戦争に巻き込まれます。力があれば戦争を拒める。力ある者も同じことを言う。分かっています。お前の思う通りに世界が動けばよいがな。ここはどこ？天竜府の大仙様が閉館する場所だ。中に人が？いる。天竜府に長くいたのに、こんな場所があるとは知りませんでした。ここは大仙様だけが知り、閉館中は外の危険に対応できず、無防備になるため場所を知られてはならない。では、なぜ私を連れてきたんです？師匠、妙な気を感じます。スリ、お前には姉が一人いる。姉って？今こそお前にこの話をする時のようだ。